今回は福井県で発掘されたフクイラプトルという肉食恐竜についてと、その近縁種たちを解説していく。このフクイラプトルは日本国内で発見された肉食恐竜としては、初めて全身骨格が復元された恐竜で、近縁種の恐竜はオーストラリアで頂点捕食者だったかもしれない恐竜なので、ぜひ最後まで見ていってほしいね。まあ細かいことはこれくらいにして、早速解説していくよ。フクイラプトルはおよそ1億2500万年前から1億1150万年前の中生代、白亜紀前期バレミアン紀、またはアプチアン紀の期間に生息していたコエルロサウルス類、メガラプトル類の肉食恐竜なんだ。今でも福井県勝山市、北谷町に分布する北谷荘で定期的に発掘調査を行っているのだが、このフクイラプトルは1989年から1993年にかけて行われた。第一次発掘調査でドロマイオサウルス科と酷似したカニ爪や足の化石などが発見され、1995年から1999年にかけて行われた。第二次発掘調査ではこれまたドロマイオサウルス科のものと推測される大腿骨が発見されたのだ。発見されたフクイラプトルの化石は断片的な頭骨と複数の歯、数個の脊椎、肩や腰の一部、そして前足と後ろ足の大部分だよ。そのため当時はドロマイオサウルス科の属として考えられ、原記載に際してはアロサウルスに近縁なカルノサウルス類として扱われたんだ。このドロマイオサウルス科というのはジュラシックワールドにも登場したベロキラプトルとかアトロキラプトル、ヒロラプトルなど、後ろ足の第二子にしっくるクロウという構造を持つ恐竜のことだよ。そのためドロマイオサウルス科でよく使われる泥棒という意味のラプトルと発掘された都道府県の名前から福井を使った造語なんだ。そしてフクイラプトルの証明は北谷演出といい、発掘をした北谷荘とそこから産出されたことを示す演出を合わせ、学名全体の意味は北谷荘の福井の泥棒っていう感じ。ちなみにフクイラプトルは発見当初、北谷竜という愛称で呼ばれるほどの人気者だったんだ。まあ余談から少し分類の話に戻すのだが、後の研究ではフクイラプトルはネオベナトル科の一部の可能性もある謎めいたグループであるメガラプトル類に属すと考えられているよ。しかしさらにものある研究では全てのメガラプトル類が実際にはティラノサウル上科に属することが提唱されており、この場合フクイラプトルはコエルロサウルス類のティラノサウルス上科に分類されることになるんだ。だが今のところグアリコの分岐解析では、フクイラプトルと他のメガラプトル類はアロサウルス上科にもティラノサウルス上科型のコエルロサウルス類にも置かれているからまだ決定したわけではないんだ。でがなんとなく近縁な恐竜は分かっていて、それがアウストラロベナトルなのだ。ここの分類のお話はメガラプトル類がもっと解明されたらはっきりしてくると思うから今後に期待だよ。まあそんなことは置いといて、日本国内で発見された肉食恐竜としては初めて全身骨格が復元されたこのフクイラプトルは約 4.2 メートルとお世辞にも大きかったは言えないのだが、実は今まで発見された化石は成熟しておらず、生態はより大型になった可能性があると考えられているんだ。また情報元はわからないが、同じ北谷荘からフクイサウルスやフクイチタン、フクイベナートル、コシサウルスなど化石も数多く発見されているが、同一の産地から回収された他の個体はほぼ全てが幼体であってホロタイプよりも小型とされているよ。まあそんなことは置いといて、まだ生体でなかったとしてもサイズは産出されていて、まず細長い後骨から示唆されるようにフクイラプトルは比較的華奢な動物であったんだ。そんなことを押さえておいて、2010年にグレゴリー・ポールはフクイラプトルを全長5メートル、体重 300kg と推定したのだが、2016年にルベン、モリーナ、ペレスとアシエル、ララメンディは全長 4.3 メートル、体重 590kg と推定したのだ。今現代は今後フクイラプトルはもっと大きくなっただろうと言われているが、今のところどの図鑑、雑誌などでも全長 4.3 メートルと記載され、捕食していた恐竜は同じ地層から発見されたフクイサウルスやコシサウルスなどの草食恐竜だったとされているよ。今のところ今挙げたフクイサウルスもコシサウルスも今解説しているフクイラプトルも化石が少ないから、今後の発掘と研究で本当のサイズとか判明してほしいことがたくさんあるね。ということでフクイラプトルの解説はこれにて一旦終了。お次はフクイラプトルに近縁なアウストラロベナトルについて解説していくよ。はい、ということでアウストラロベナトルはおよそ9500万年前の白亜紀前期アルビアン紀の期間のオーストラリアに生息していた重機ヤクア目メガラプトル類の肉食恐竜なんだ。学名のアウストラロは南部を意味し、ベナトルは下流度を意味し、中型の捕食性重機薬類らしくホックなるによれば体高2メートル、全長6メートル、体重約 500kg から1トンと推定されたのだ。そして二足歩行の軽量な捕食者であるため、当時のチーターのような肉食動物と推測しているよ。ちなみに別の計測では全長が7メートルとされているんだ。そしてこの恐竜の特徴は細長い頭部を持っていたとされ、尾行も横に細長い楕円形だったんだ。歯はフクイラプトルのもので完全なものが見つかっており、大きさは約 3cm で、肉を切り裂くのに適した薄いナイフ状で、前上顎骨の歯は断面が D の字をしていたと考えられているよ。さらに本種は鋭い歯が並んだ顎と鋭利なカニ爪を持ち、時には竜脚類のディアマンティナサウルスのような大型動物を獲物にしていた可能性があるのだ。古環境の項に挙げられた多数の脊椎動物も、その一部ないし多くが本種の餌食になっていたかもしれないね。
現状アウストラロベナトルは巨大で断片的なメガラプトル類の化石も同層から見つかっているため、それが本種よりも上位に位置していた可能性もあるが、どちらにせよアウストラロベナトルは当時のオーストラリアにおいて頂点捕食者、もしくは生態系の上位に位置していたのだ。そんなアウストラロベナトルが生息していたオーストラリア南部は当時南極大陸と地続きになっていて、この一帯は極圏に位置する割に対して非常に暖かく、全域の平均気温は0度から12度あったんだ。年間の平均降水量は750から1150ミリと多量で、乾燥していたのはクイーンズランド等の一部地域に止まり、一時期のオーストラリアには浅い内海が広がっていたのだ。内海は約1億1700万年前に最も面積を広げていたらしいよ。それら付近、アウストラロベナトルと共存していた生き物はウィントン層から発掘される種類から判明することができ、この場所では竜脚類のディアマンティナサウルスのタイプ標本や二枚貝、魚類、カメ、ワニ、植物の化石も発見されているよ。ちなみにディアマンティナサウルスはアウストラロベナトルと全く同地点から発掘されたんだ。これは少なくとも関係性がないとこんなことは起きないので、アウストラロベナトルがディアマンティナサウルスを捕食していたことの証明になっているよ。また他にも大型植物食恐竜のムッタブラサウルスや廃魚のメタケラトドウス、カメ、ワニメのイシスフォルディア、翼竜、ウィントノチタン、複数の羊サイズの長気役類やニワトリサイズの重気役類が生息していたと推測されているんだ。さらにオーストラリアの浅い内海はなんと首長竜のクロノサウルスや魚竜のプラティプテリニウスが泳ぎ回っていたらしいのだ。まあこれ以上解説しちゃうとアウストラロベナトルの解説動画になってしまうのでここら辺までにしとくよ。今回のフクイラプトル、またはその近縁種であるアウストラロベナトルの解説はいかがでしたでしょうか。この動画で少しでも古代生物に興味を持っていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。